私は日本に来た日、飛行機の窓から見える景色をずっと見ていました。初めて見る日本の街は、静かで整っていて、少しだけ現実ではないように感じました。空港に降りた瞬間、人の話す言葉が一気に流れ込んできました。そのほとんどが、私には意味のない音のように聞こえました。本当にここで生活できるのだろうか。その疑問が最初に頭の中に浮かびました。空港の案内表示を見ながら、私はゆっくり歩きました。文字は読めます。でも意味は完全には理解できません。切符売り場で立ち止まったとき、少し後ろに人が並んでいました。それだけで緊張してしまいました。機械の前で、私は何度も画面を見直しました。これで合っているのか。自信はありませんでしたが、なんとか切符を買いました。電車に乗ると、周りの人たちは静かでした。誰も大きな声で話しません。その静けさの中で、私はさらに孤独を感じました。窓の外を見ながら思いました。ここから全部始まるんだ。日本での最初の1週間は、とにかくすべてが新しかったです。コンビニ、出禁信号、店の雰囲気、全部です。でも同時に、すべてが少し怖かったです。コンビニで店員が言いました。袋いりますか？私は一瞬止まりました。頭の中で言葉を探しました。そして小さく答えました。はい。そのたった一言でさえ、少し緊張していました。家に帰ると、私はノートを開きました。その日の単語を書きました。こんにちは、ありがとう、すみません。簡単な言葉でしたが、それでも新しい発見でした。私は思いました。この言葉が増えれば、世界が変わるかもしれない。最初の1ヶ月は、純粋な興味で勉強していました。毎日新しい単語を覚えるのが楽しかったです。私は自分にルールを作りました。今日は10個だけ覚える。それ以上はやりませんでした。でも、それでも十分楽しかったです。ある日、友達と話しました。
日本語の勉強はどう？私は答えました。すごく面白いです。毎日新しいことがあります。友達は少し笑って言いました。その気持ちが一番大事だよ。その時は、その意味を深く理解していませんでした。しかし、2ヶ月目から変化が起きました。単語の数が急に増え始めました。漢字も出てきました。形は似ているのに意味が違う文字が増えました。私はノートを見ながら思いました。これは終わらないのではないか。授業では先生が長い文章を読ませるようになりました。私は文章を目で追いながら途中で止まってしまいました。意味がつながりません。単語はわかるのに文章全体がわからない。その感覚が一番苦しかったです。ある日、先生が言いました。昨日の出来事を話してください。私は頭の中で日本語を組み立てようとしました。でも、最初の一文が出てきませんでした。教室の空気だけが静かに流れていました。私は言いました。すみません、わかりません。その瞬間、自分が少し小さくなったように感じました。帰り道、同じクラスの人が言いました。難しいね。私は答えました。はい、思ったより難しいです。その会話は短かったですが、少しだけ救われました。しかしその後、私は少しずつ授業に行く気持ちが減っていきました。家に帰ると、すぐにスマホを見てしまいました。勉強机に座っても、ノートは開かれませんでした。今日はやめよ。その言葉が増えていきました。気づいた時には、1週間以上ほとんど勉強していませんでした。不思議な感覚でした。やめたいわけではないのに、やらない。その状態が一番苦しかったです。ある夜、私は静かな部屋の中で考えました。私は何をしているのだろう。日本に来た意味は何だったのだろう。答えは出ませんでした。次の授業の後、先生が声をかけました。
最近、少し疲れているようですね。私は少し笑ってごまかそうとしましたが、うまくいきませんでした。私は言いました。日本語が難しくて続きません。先生はすぐに言いました。それは普通です。その一言は意外でした。先生は続けました。言語は短距離走ではありません。長い時間が必要です。私は黙って聞いていました。先生はさらに言いました。毎日10分でいいです。私は聞き返しました。10分だけですか。先生はうなずきました。はい、それでも十分です。その夜、私は初めて10分だけ勉強することを試しました。タイマーをセットして単語帳を開きました。最初の数分は集中できませんでした。でも時間が終わるまで続けました。終わった後、不思議な感覚がありました。達成感でもなく、完全な満足でもない。でも、少しだけ軽くなった感じでした。そこから私は毎日10分だけ続けるようになりました。ある日はやる気がありました。ある日はほとんどやる気がありませんでした。それでも10分だけはやりました。アルバイトも始めました。レストランの仕事でした。最初の日、注文を聞くときに何度も聞き返しました。もう一度お願いします。その言葉を何度も使いました。ある日、忙しい時間帯がありました。注文が一気に来ました。頭が追いつきませんでした。間違えそうになりました。でも同僚が助けてくれました。大丈夫、そのままでいいよ。その時思いました。一人ではないんだ。少しずつ仕事にも慣れてきました。お客さんの言葉が少しずつ聞こえるようになりました。水ください。お願いします。短い言葉ですが、それが理解できるようになりました。ある日、ミスをしませんでした。注文がすべて正しく通りました。それだけのことなのに、
帰り道で少し嬉しくなりました。しかし、また別の日には落ち込みました。テストで点が悪かった日です。私はノートを見ながら思いました。何も変わっていないのではないか。その夜、友達にメッセージを送りました。今日はうまくいきませんでした。すぐに返事が来ました。続けていることがすごいことだよ。その言葉を見ながら、私は少し考えました。続けること自体に意味があるのかもしれない。それから私は自分の基準を変えました。できたかどうかではなく、続けたかどうかを見るようにしました。数ヶ月後、少し変化がありました。聞き取れる言葉が増えました。会話の途中で止まる回数が減りました。友達が言いました。最近、話しやすいね。私は少し笑って言いました。少しだけです。電話でも話せるようになりました。アルバイトのシフト連絡です。以前は怖かった電話が普通の行動になっていました。通話が終わった後、私は静かに思いました。少しずつでも変わるんだ。今も私は完璧ではありません。わからない言葉はたくさんあります。間違えることもあります。でも、私はやめていません。友達に聞かれました。どうして続けられるの？私は少し考えて答えました。大きな結果じゃなくて、小さな毎日を見ているから。そして今日も私は言います。今日は10分だけやろう。その10分が、また明日につながっていきます。私はその日からも、毎日少しだけ勉強を続けました。大きく変わった日はありません。昨日と今日の違いも、ほとんどわかりませんでした。それでも、私はやめませんでした。ある朝、電車に乗っていると、車内放送が耳に入りました。以前なら、ただ日本語が流れているだけでした。でも、その日は違いました。次は新宿駅です。その言葉が自然に理解できました。
私は思わず周りを見ました。今、本当にわかった。たった一文でした。でも、その一文が私にはとても大きな出来事でした。それからデキの案内板を見るたびに、読める言葉が少しずつ増えていることに気がつきました。スーパーへ行っても同じでした。商品の説明を読むことができるようになりました。全部ではありません。でも、一部分だけでも意味がわかります。その積み重ねが少しずつ自信になりました。私は心の中で言いました。日本語は難しい。でも昨日の自分より少しだけ前に進んでいる。その日、家に帰ってノートを開きました。以前は覚えなければならないという気持ちで勉強していました。でも、その日は少し違いました。今日はどんな言葉に出会えるだろう。そんな気持ちで机に向かいました。ある日の昼休み、日本語学校で一人の新しい学生が隣に座りました。ここ、いいですか？私は笑顔で答えました。もちろんです。その人も日本語を勉強し始めたばかりでした。話を聞くと、日本に来てまだ2週間だと言いました。日本語が全然わからなくて不安です。その言葉を聞いた瞬間、私は数ヶ月前の自分を思い出しました。私は言いました。私も最初は同じでした。相手は少し驚いた顔をしました。本当ですか？はい。コンビニでも何も言えませんでした。二人で笑いました。私は続けました。でも、大丈夫です。少しずつ慣れます。その人は安心したようにうなずきました。その日から、私たちは時々一緒に勉強するようになりました。人に説明すると、自分もよく理解できることに気づきました。私は初めて日本語を覚えるだけではなく、伝える楽しさを知りました。順調に見えた毎日でしたが、ある出来事がありました。アルバイトで外国から来たお客さんが来ました。その人は日本語で注文していました。私は聞き取れたと思いました。でも、
料理を運ぶと違っていました。すみません。私はこれを頼んでいません。私はすぐに謝りました。申し訳ありません。その日は何度もその場面を思い出しました。家に帰ってからも考えました。まだまだだな。少し落ち込みました。でも以前とは違いました。次はもっと聞けるようになろう。そう考えることができました。失敗が終わりではなく、次の勉強になっていました。それは、少し前の私にはなかった考え方でした。ある休日、公園のベンチで本を読んでいました。近くでは子供たちが遊んでいます。家族が楽しそうに話しています。その会話が少しずつ聞き取れるようになっていました。私は本を閉じました。そして考えました。最初、日本へ来た理由は何だっただろう。私は日本語を話せるようになりたいと思っていました。でも今は少し違います。日本語を通して人ともっと話したい。友達を作りたい。旅行をしたい。仕事でも役に立ちたい。夢が少しずつ大きくなっていました。日本語は目的ではありませんでした。夢を叶えるための道になっていたのです。ある日、新しく来た学生に聞かれました。どうしたらモチベーションを保てますか？私は少し考えました。以前なら答えられなかった質問です。私はゆっくり言いました。私は、モチベーションを保とうとは思っていません。その人は驚きました。私は笑いました。毎日、やる気があるわけではありません。疲れている日もあります。勉強したくない日もあります。少しランダを置いて続けました。でも、10分だけはやります。やる気があるから勉強するんじゃありません。勉強を続けるから、またやる気が戻ってくるんです。相手は静かに聞いていました。私は最後にこう言いました。昔の私は、
モチベーションがなくなったら終わりだと思っていました。でも今は違います。モチベーションは待つものではありません。毎日の小さな行動の中で少しずつ育つものなんです。その言葉を話しながら、私は自分自身にも言い聞かせているような気がしました。帰り道、夕日を見ながら思いました。私はまだ日本語を勉強しています。まだ知らない言葉もあります。まだ間違えることもあります。でも、以前のような不安はありません。私は知っています。今日の10分は、また明日につながります。そして、その明日は、きっと1年後の私にもつながっていきます。私は静かに空を見上げました。明日も10分だけやろう。そう思いながら、私は家へ向かいました。